こんにちは、京子です。今日はアリエクスプレスで購入したこちらの綺麗なフレークの紹介といろんな使い道を紹介してみたいと思います。私はアリエクスプレスで購入しましたが、楽天やアマゾンでも似たようなフレークはたくさん売られています。アリエクスプレスの方は私は今回10日ぐらいで届いたのでとっても早い方だと思います。一つのフレークが約90円ぐらいで買えたのでとてもお買い得だったのですが、無料で送ってくれる分郵送事故みたいなこともたまにあって2ヶ月くらい待たないといけないこともあります。なのですぐに欲しい人は国内の業者さんから探してみてください。透明な容器に入っている状態だとそれぞれの違いはちょっと分かりづらいです。このように黒いジェルの上に塗ると違いがすごくよくわかるので、今から順番にお見せしていきます。白いベースカラーの上にも使うことはできますが、こんな感じで見てわかるように違いがすごくわかりづらいです。なので濃いベースカラーの上に使うとフレークの良さがすごく出ると思います。このフレークの使い方はとっても簡単です。よく使うやり方は、好きなベースカラーを塗ってノンワイプトップを塗った後にこの上にこのチップで貼り付けていきます。押し付けるだけで簡単にくっついてくれます。たくさんつけてもいいし、少しまだらにつけてもいいし、好きな量だけ貼り付けることができます。こんな感じでチップに取ったら上にギュッと押し付けて、軽くこすってもいいし、押し付けるだけでも綺麗についてくれます。ホログラムと違ってしっかりこすりつけて貼ってあるので凸凹がありません。なのでこれで終わるときはこのままトップジェルで仕上げることができます。今フレークを塗ったチップにトップジェルを塗って仕上げてみました。こんな感じで表面も凸凹がなくてすごいツヤツヤで綺麗です。この使い方の他に今私の親指がそうなんですが、アートをしている途中で上に乗せることもできます。これは以前作り方を紹介したデザインです。白いジェルでクラック模様、このひびのような模様を入れて硬化した後に一度クリアジェルを塗ります。塗り終わったら硬化しないでここにフレークをのせます。勢いよく
く筆つけるとものすごく大量についてくるので、上の方だけ軽く触る感じで少しついてきたのをのせるくらいでちょうどいいです。この時にこのフレークを爪の真ん中あたり、ここのラインとその周りくらいに軽くのせると真ん中がキラッとした感じになって綺麗です。あんまり全体にのせすぎちゃうとこのキラっていう光ってる感じではなくなっちゃう時もあるので、私はこの真ん中あたりに軽くのせる程度にしています。これで硬化します。あとはいつも通りにトップジェルを塗って仕上げます。今回もこちらのキャンジェルノンワイプを使います。これで硬化させます。こんな風に爪の上に天然石が乗っているように見せることもできます。今からこれを作っていきます。ベースカラーを好きな色を2度塗りして硬化してあります。今回塗ったのはプリジェルの889番ペールベージュです。この上に一回濃い色をのせていきます。黒でもいいし、今回はネイビーを塗っていきます。今日使うのはこちらです。ペトロの87番ヒッチコックブルーを使います。このネイビーをどこでもいいので好きなところに塗っていきます。真ん中に綺麗なオーバルを描いても綺麗な宝石パーツみたいのが作れるし、真ん中を決めるのが大変とかオーバル綺麗に描けないっていう人は今作ってるみたいにこういうもう本当に天然のランダムな形を作った方が楽だと思います。こんな感じでのせ終わったら、これは4番です。4番のフレークをちょっとでいいので上にのせます。で少しずつ取ってのせるようにしないとベージュのとこにくっついちゃうので気をつけてください。のせ終わったら硬化します。硬化が終わったらこの天然石のパーツになる部分に少し高さを出したいのでビジュージェルを少し上に持っていきます。さっき塗ったネイビーの上に少しずつのせていきます。のせ終わったらまたここにさっきと同じようにフレークをほんの少しのせます。あんまりフレークの量が足りないとキラキラ感がないので、こう様子を見ながら足していってください。たくさんのせる分には特に問題ないと思います。のせ終わったら硬化します。硬化が終わったところです。この後は好みで周りにラメをのせてもいいしストーンで飾ってもいいし、シンプルにこのままでいいやっていう人はこのままでも大丈夫です。今回はメタリックジェルを使って周りを囲みました。私が使うメタリックジェルはアリエクスプレスで購入したものです。皆さんはお好きなジェルを使ってください。
ブラシは今回はカルジェルのマーブルブラシを使います。メタリックジェルは使う前によく攪拌してから使います。ジェルを筆に取ったらパーツの周りをぐるっと囲みます。この時にもうやり方は特にないので、太くても細くてもあまり気にしなくていいと思います。で、一定の太さにする必要もないので、あまり堅苦しく考えずに引いちゃってください。で、一旦これで私は硬化します。1回目の硬化が終わりました。今回はこのパーツの周りの枠をちょっとごつい感じにしたいので、一度今引いたラインの周りのあたりに等間隔な感じで一度ドットを置きます。等間隔って言ってもそんな厳密に間隔は一緒じゃなくてもいいので、ポツポツっとドットを置いていきます。ちょっと気持ち悪い感じになってますが、一周囲み終わったらこれをドットの外側のあたりを意識してそーっとつなげていきます。このドットを引っ張っちゃって全然構わないので、なぞっていくとところどころに凹凸ができるようなボコボコっとした感じのごつめの太めのラインができます。今回はこれで硬化させます。周りを囲み終わってパーツみたいに出来上がりました。もう少しボリュームが欲しい人はもう一回ビジュージェルとかビルダージェルでここのパーツになった上を高さを出してもいいと思います。私あんまりポコッとしたのが好きじゃないので、これで仕上げてしまいます。これで硬化させます。これで完成です。さっき1回目に作っておいた方はもう1回高さを出したので、ちょっとだけほんの少しですけどぷっくりしてます。で、こっちはそんなにやってないのでちょっとフラットな感じで、触ると少しポコッと出てるかなっていう感じです。高さはそんなに関係なく、どっちも綺麗にキラッと光るので、ぷっくりしてるのが好きな人は何回かに分けて高さを出してみてください。チップには大きな感じでパーツにしてみたんですが、さっき自分の爪に小さいのを作ったらどうかなと思ってストーン並みの小ささで作ってみました。それがここなんですが、あんまり小さいとやっぱり分かりづらいので、これは広い範囲で使ったり、さっきのパーツみたいにちょっと大きめに使うのをおすすめします。いかがでしたか？この動画が良かったらいいねボタンを押していってくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。